聞いてください。こんにちは、アジーンです。今回は20のキューブを家にあるものだけで再現してみました。最後まで見てください。家にあったコカ・コーラの缶です。中身は一応水でゆすいで洗いました。結構普通の缶よりは柔らかめですね。ハサミで簡単に切れるような薄さの缶です。これをちょっと切ってみたいと思います。カッターでいく？カッターでもね、いけそうなんですよね。いけるな、カッターでも。どうしよう。でもハサミの方がなんか私的にやりやすい気がする。簡単に切れますね。いい感じ。とりあえず半分に切りたいと思います。半分に切った方が作業がしやすいんじゃないかなって思うので、これを切ってきます。ただ作業する時にね、こう指とかを傷つけないように皆さん気をつけてください。もしくはホームセンターにこのようなね、薄いアルミの板っていうのが売っているので、その方が最初から切られているので作業がしやすいと思います。薄さもね、自分で選べるので、結構薄めので自分でオリジナルのクッキー型とかも作れるので、よくね、フェイクスイーツ作る時はアルミの板を買って作ってました。カットできました。ここはいらないので取ってしまいましょう。まずは細長くカットしました。缶を切るのが苦手な方は厚紙でも全然大丈夫です。家にあるもので代用してみてください。3センチ、3センチ、4.2 センチで切ってあります。で、ここの幅は 1.5 センチになってます。で、こちらを定規のようなものを使って折り目をつけていく。この長さのところで折り目をつけます。簡単にこうやってね、つけることができます。で、この状態で三角、キューブの真ん中にはめ込んでいく4つの三角になってます。ここはテープか接着剤で留めようと思います。で、これだとね、キューブにならないじゃないですか。ゴールドの折り紙とかホログラムのシールを貼っていきます。これも家にあるもので代用してみてください。今家にあるものだと、こういったうちわ作る時に使うホログラムシート。これはこの間ね、動画で使った鬼滅の刃のね、 DIY で使ったグリッター千代紙。このゴールドがね、近いんじゃないかなと思うので、こういったものを缶や厚紙の周りに巻いてコーティングします。なるべく薄い方がいいと思うので、折り紙でもね、全然いけると思います。一応ね、この裏側からテープで留めてあげるといいかなと思います。こちらの三角をとりあえず4つ作ります。まずはね、中心部分からいきます。続きまして、こちらです。厚紙で今回は作りました。4.5 センチの正方形で、こちらが長さが 6.2 センチと幅が 1.5 センチになってます。で、ここにね、少し切り込みが入っていて、これは厚紙でやった方がやりやすいかな。このような感じでクロスをさせると。イメージはこんな感じです。こちらも今シルバーの状態なのでゴールドにコーティングします。折り紙とかね、さっき紹介したああいったホログラムシートでコーティングします。で、こんな感じでこの中にはめ込んでいくと。土台はこんな感じですかね。こちらコーティングしました。家にシールタイプのものもあったので、今回はこちらを使ってみました。これ別の DIY で使おうと思ってて撮ってたものなんですけど、今回ね、ぴったりだったので使います。すごいなんか一気にゴージャスになりました。これをこのように接着して固定しようと思います。ここにはめる感じですね。で、今こちら接着してあるんですけど、缶にもう一枚ね、こことここにも底をつけます。缶でもいいし、私は切りやすい厚紙を今使ってます。アバウトにカットしていきます。で、こちら片側の底がついたところで、蓋をする前にこのようなマグネットを中に入れておきます。この辺りでマグネットをしっかりと接着してください。で、接着できたらもう一度蓋をします。こちらのキューブもゴールドでコーティングできました。シールタイプだとすごくね、コーティングしやすかったです。貼るだけで、今このパーツの中には磁石が入っているんですが、この状態だとくっつきません。実物は表に
このような感じで4箇所磁石がついてました。で、こちらのキューブにも裏側にね、このように磁石がついていたんですが、本物ではないので、裏側から磁石をつけようかなって思います。シートタイプの磁石でもいいと思います。カチッとはまります。こんな感じで。なので、裏に4箇所磁石をつけようかなって思ってます。ここは本当に再現したい方は丸いシールを貼って磁石っぽくしても可愛いと思います。ここまでできたぞ。ここまでできた。こんな感じでこう磁石で留めると、幅が 1.5 センチ、この真ん中あたりが約ね8ミリぐらいです。で、3センチ3センチの長さが6センチのものを用意します。こちらの三角形は 4.2 センチ3センチ3センチで作りました。これをこのように半分に折って、ちょっとね斜めっぽくなるんですけど、このような形になります。こちらの先ほど作った台座、これをこの中にこのように入れたいので、はまるぐらいの大きさでもう一つ四角いものを用意します。これはね合わせながら作った方がいいと思います。だいたい私のサイズだと約ね 6.5 センチぐらいになってますね。ここがね 6.5 で撮ってるかな。これはもう出来上がったものをここに当てはめてこのサイズを取りました。で、周りに先ほど紹介したこちらのパーツをこのように貼ってます。こう最後にねこう揃ったキューブをこの中にはめてネックレスになったんですけど、やっぱここも必要かなと思って最初はこの中だけにしようかと思ったんですよね。オーディション中って皆さんこれをつけてたんですけど、最終的にここにはめ込まれてたので、これもやっぱり欲しくなってちょっと作ってみました。瞬間接着剤を使って接着してます。もうすぐにこう固定したいので瞬間接着剤がねすごく良かったです。これ金属もいけます。今使ってるボンドがゼリー状のアロンアルファなんですけど、すごいこれ使いやすかった。これコンビニで買いました。で、このように角に合わせてまずはね接着していきます。こんな感じですぐに止まってくれるからしっかりとくっつきます。このような形になります。意外とねしっかり接着されているので丈夫になってます。そしてこの4つのキューブを包めるぐらいの長さの細いものを用意します。これはよく曲がりやすい厚紙の方が切りやすいと思います。幅はこのキューブの厚さに合わせてカットします。ぐるっと一周囲んだら、ここが今空洞になってしまっているので、ここに接着しようと思います。接着して中に四角を作ります。で、最終的にここにガボッとはまるような感じ。4つのキューブをデコレーションしていきます。100均のジュエリーシールを使っていきます。ただちょっと色がねもっと原色なんですよね。赤とかこれピンクしかなかったので、今から色を変えたいと思います。この上からこちらの油性ペンを使って色を塗っていきます。意外とねいけます。ピンクは赤に変えます。で、黄緑は緑に、で水色は青、黄色はそのままいけるかな。このように色を変えていきたいと思います。デコレーションし終わりました。このような感じになりました。全体的にこのラインストーンを貼ってみました。そしてヒートンをここに刺してあります。ヒートンを刺して長めのチェーンをつけました。聞いてください。完成しました。どうでしょう。めっちゃ時間かかった。結構かかりましたね。1日ぐらいかけて作ってみました。最近ねすごくハマっていたので、このキューブが作れて今日は大満足です。皆さんもぜひ家にあるものを使って代用して作ってみてください。本日もご視聴ありがとうございました。アジーンに DIY キューブをあげたいと思った方はぜひ高評価をお願いします。